こんにちは、東京ベジライフです。今早朝の並木通りに来ているんですけれども、今日はちょっとお散歩をしながら、私がアメリカの超有名大学の大学院に入りながら1年で辞めてしまった理由と、その経験から学んだ3つのライフレッスンをシェアしていきたいと思います。一度乗ってしまったレールからなかなか抜け出せないと思っている方や、今の生活を大きく変えることに不安がある方などに参考になれば嬉しいです。私はアメリカの大学を政治学と経済学専攻で卒業して、その後に就職せずにそのままスタンフォード大学というところの博士課程に政治学で入りました。でアメリカの博士課程っていうのはだいたい学費が全額支給されて、それであまり贅沢をしなければ生活していけるくらいの生活費も支給されます。なので本当に学業に専念できる環境というのが整っています。で政治学の場合、博士課程を修了するのにだいたい5年から6年かかって、で、大学院を卒業してから大体の人が他の大学にまた、就職して、で助教授として教えながら研究を続けていくことになります。名が知られていない大学の博士課程を修了したりすると、やっぱり就職が困難ということがあるんですけれども、スタンフォード大学のようなトップスクールであれば、卒業さえちゃんとできれば、就職に困るってことはあまりないと思います。で、そういうすごく恵まれた環境にいたんですけれども、私は結局1年いて、それでマスター・オブ・アーツという修士課程の、を修了する単位が揃ったところで、大学を辞める決意をしました。でその理由なんですけれども、政治学の研究っていうとどういう研究をしているのかピンとこない方っていうのも結構多いかもしれないんですが、政治学の中にもいくつか分野があって、で私の場合は国際政治という分野に属していました。で私が興味があったのは、なぜ内戦が起きるのかとか、あとは国連のような国際機関がなぜ機能しないのかとか、あとは後進国に寄付を与えてもなぜ経済成長につながらないかとか、そういうことに興味がありました。でスタンフォード大学はもうそういう分野の、トップクラスの教授たちが集まっていたので、本当に研究するにはこれ上ない、これ以上ないっていう環境だったんですけれども、大学院に入って、割とすぐ気づいたのが、そういう研究職の限界です。でもちろん誰かがそういう研究をしていって、で新しい発見をしていくってことはすごく意義があることだと思いますし、重要だと思うんですけれども、私の場合はこれから5年とか6年大学院で研究をしていって、それでまた違う大学に入って研究を続けて、でも結局一生懸命研究しても、小さいサークルの中の、学者にしか読まれないような論文を、書き続けていくっていうことで、現実の世界では何も変えられないんじゃないかなっていうふうに思うようになりました。で私の場合、大学院入る前に、就職をしていなかったので、普通の世界で働いた経験がなくって、で小さなそのサークル、学者のサークルに入ってしまって、それで、現実の世界の問題をどうやって理解して研究していくことができるんだろうっていう、そういう疑問も持つようになりました。なので一旦就職して、で普通の世界を経験してみて、それでまたどうしても、研究職に戻りたいと思ったら戻ればいいと思って、で、大学を去る決意をしました。スタンフォード大学に入りたくても入れない人っていうのはたくさんいますし、やっぱり1年で、せっかく合格できて入れたのに辞めてしまうっていうのはもったいないなっていう気持ちもありましたし、迷いとかもあったんですけど、やっぱり辞めるんであれば、早ければ早い方がいいと思って決断しました。ちょっと座って休憩します。それが一つ目のライフレッスンで、一度乗ってしまったレールは待てば待つほど抜け出すのが難しくなるということです。
大学院に入って他の先輩とかを見ていると、その毎日研究に身を捧げて身を投じるっていう生活にやっぱ疲れているなっていう感じの人も結構いました。ただ大学院に3年とかいると明らかに他の道が閉ざされていくというか、潰しが効かなくなるというか、大学を辞めて就職するって言っても結構年もいっていて、で普通に働いた経験もないっていうと就職は困難ですし、他にやっぱりチョイスがあんまりなくて、あとはもう残ってやりきるしかないっていう人も正直結構いたと思います。私はそういう状況に陥りたくないっていうのがあったので早めの決断をしました。でこれは普通の仕事にも当てはまると思うんですね。で日本の場合は特に、今は終止雇用っていうのはなくてもやっぱり新卒で入った会社にずっといて、でその中でどんどん上を目指していくっていう構図があると思うんですが、一社にずっといて一部門の特定の仕事だけをずっとやっていると、やっぱりその仕事に飽きてしまったりとか、何か新しいことにチャレンジしたいと思った時に再就職だったり起業するっていうのがハードルが高くなると思います。で実際私も、自分でビジネスをしたいんだけれども今までずっと同じことをしてきたから、どう始めていいかわからないっていう相談を受けることもあります。で日本には石の上にも3年っていうことわざがあって、で何事も最初は勉強と思って頑張って続けていくことが重要っていう考え方があると思うんですけど、もちろん最初から全部投げ出してしまったら何も学ぶことはないんですが、やっぱり常に自分が今新しいことにチャレンジできているか、新しいことを学べているかっていうのは自問した方がいいと思います。もし何か新しいことにチャレンジしたいけれど今まで同じことしかやってこなかったからっていう方がいたら、今すぐもう新しいことを何かする一歩を踏み出してとにかくやってみたらいいと思います。今はネットとか SNS とかお金をかけなくても始められることがたくさんありますし、何かお金をかけて講座を受けるとかじゃなくて、とにかくやってみてその経験から学んでいった方がいいと思います。で私の場合はレールは待てば待つほど抜け出しにくくなるっていう学びがあったので、サラリーマンをやっていたんですけど、それをやめて、で中国に行ったことがなかったから行ってみようと思って行ったりとか、そういうことをするのにもそれほど迷いはありませんでした。一つ目がちょっと長くなってしまったんですけれども、私が大学院と政治学をしていく中で学んだ2つ目のライフレッスンは解決する問題を選ぶということです。世の中には不思議な現象だったり興味をそそられるような出来事っていうのはたくさんあるんですけど、何でも追求すればいいっていうことではなくて、一番重要なのは的確な問題提起をすることです。大学の時から教授たちから常に言われていたのは、それは面白いテーマかもしれないけれど Why does it matter? Why should I care? つまり、研究に値するぐらい重要な問題かどうかということです。これはビジネスの上でも全く同じで、究極のところは自分がすごく興味があって、でも自分のためにしかならないことっていうのは趣味にはなっても仕事にはならないんですね。やっぱり他の人のためになって社会や世界のためになる問題解決をしていくことが重要だっていう学びがあったので、今は YouTube っていう全く別のことをしているんですけど、見ている方にポジティブな気持ちになってもらえるような動画を作ったり、そういうことで、何か自分が役に立てればなと思っています。スタンフォード大学で短いながらも博士課程の院生としての生活をしてみて学んだ3つ目のライフレッスンは、情熱を持って取り組めるライフワークを見つける大切さです。で動画の最初の方で私がなぜスタンフォード大学の博士課程を修了せずに辞めてしまったかっていう理由をお話ししたんですけれども、やっぱり突き詰めて考えてみると、私がこれから人生をかけてやっていくであろう、政治学の研究っていうものに思ったよりも情熱を持てなかったっていうことが根底にあると思います。博士課程にいると常に研究のテーマを考えたり、他の論文を読んだり、時事問題について理解を深めたり、本当に3度の飯より政治学が好きで、それで情熱を持って取り組めないととてもじゃないけど続けていくのは難しいんですね。
でそういう人生をかけてやることっていうのを英語でライフワークというふうに言うんですけれども、それは仕事に限らずにお金をもらえなかったとしてもやることです。で大学の研究職っていうのはもちろん普通の暮らしはできてもすごくお金持ちになれるとかいうことではないので、続けている人たちっていうのは、やってる研究をしている人たちっていうのはお金のためではなくて、本当に社会のために、問題解決のために、身を捧げてコミットして、で情熱を持って取り組んでいます。で私にとってはやっぱり政治学の研究っていうのはそういうライフワークにはならなくて、で大学を去った後もなかなかライフワークと呼べるものっていうのを見つけられなくて、しばらくは生活のために、お金のために仕事をしていました。で YouTube を始めて、もちろんその将来的に発信の形だったりとかプラットフォームっていうのは変わっていくかもしれないんですけど、本当に自分の人生をかけてライフワークとして取り組みたいと思っていて、お金のためではなくて自分の情熱のため、生きがいを見つけることができて、それに身を捧げることができたら、本当の意味で人生が豊かになるっていう実感ができるようになりました。ということで今日は私がアメリカの超有名大学の大学院に入ったにもかかわらず1年で辞めてしまった理由と、その経験から学んだ3つのライフレッスンをシェアしました。何か新しいことにチャレンジしたいと思いながら、やっぱり大学卒業して仕事に就いてっていうレールに乗っかってしまって、そこからなかなか抜け出せないなと思っている方に参考になれば嬉しいです。それでは See you next time!